本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継をご覧の皆様もお待たせいたしました。新日本プロレス、本日はベストオブザスーパージュニア並びにドミニオンの記者会見を始めさせていただきます。進行を担当します清野茂樹でございます。さて、昨日は21年ぶりとなります福岡ペイペイドームでの大会、無事に終了いたしました。リング上さまざまな動きがございましたので、今日以降どういった流れになるのか非常に気にされている方多いと思われます。さて、会見はまずスーパージュニアの会見から始めさせていただきます。昨日は出場選手並びにブロック分けの発表がございましたが、今日は対戦カードの発表がございます。では発表につきましては新日本プロレス株式会社菅林直樹会長からお願いいたします。よろしくお願いします。皆様こんにちは。本日はお忙しいところ報道関係の皆様にはご来場いただきまして誠にありがとうございます。またファンの皆様にはオンラインでご視聴いただきましてありがとうございます。5月15日名古屋国際会議場より開幕いたしますベストオブザスーパージュニア29は3年ぶりの単独開催となりまして、優勝決定の舞台は6月3日日本武道館にて行います。なお優勝決定戦の特別立ち会い人として藤波辰巳選手が決定いたしました。また昨日の福岡ペイペイドーム大会にて出場全選手とブロック分けが発表されましたが、ここで主要対戦カードを発表させていただきます。5月15日名古屋国際会議場陽対石森泰治。5月17日酒田市国体記念体育館ティタン対エル・デスペラード。5月18日仙台サンプラザホール高橋宏夢対フランシスコ・アキラ。5月19日八戸市東体育館エル・デスペラード対 TJP。 5月21日新青森県総合運動公園アレックス・ゼイン対石森泰治。5月22日秋田テルサウィーラー・ユータ対エル・デスペラード。5月24日後楽園ホールエル・デスペラード対エル・リンダマン。5月25日後楽園ホール陽対高橋宏夢。5月26日後楽園ホールロビー・イーグルス対エル・ファンタズモ。5月28日幕張メッセエル・デスペラード対同期。29日大田区総合体育館ロビー・イーグルス対エル・デスペラード。5月31日富山産業展示館この大会のリーグ戦の試合順は得点状況により決定いたします。そして6月3日、日本武道館優勝決定戦となります。ジュニア選手の熱い戦いにどうぞご期待ください。私からは以上です。はい、菅林会長ありがとうございました。たった今ベストオブザスーパージュニアの主要対戦カードの発表がございました。なおその他の対戦カードにつきましては新日本プロレスの公式ホームページをご確認いただきたいと思います。さてそれではですね、今年のスーパージュニアおそらく中心的な存在になるかと思われます昨日の福岡ペイペイドームにおきまして新チャンピオンになりました石森泰治選手にここで登場いただきたいと思います。それではどうぞ。まずは
昨日の試合を振り返ってですけど、詰将棋ってデスペが言ってるような感じになったな。場面場面で俺がパターンを変えようと思えば変えれたけど、お互い意地になって集中してしまって、考えてみたらロープに走ることも忘れてしまったよ。そういやよ、ロープワークしてねえなって。タイトルマッチでロープワークしねえって。後でワールドの配信見てそう思った。こういう新しい発見がある。昨日も言ったけど、エル・デスペラードは今後何度でもやり合う相手になるだろう。それは高橋宏夢にも言えることだけど、俺も長年やってっけどよ、何度も何度もやり合って毎回新しい発見があるってなかったんだよ。面白いよ、単純にこのリングは。とにかく3度目のタイトルダッシュできたのは正直嬉しかった。もう少し余韻に浸りたいが、ベストオブザスーパージュニアが間近に控えてるんで、そううかうかしてられねえ。今はこのベルトとともにスーパージュニアのトロフィーを持ってリング上に立つっていうことが目標なんだが、昨日のブロック組でさ、また同じブロックによ、金丸と田口いいんだよ。ほんと俺に優勝させたくねえんだなっていう会社の陰謀を感じるんで、そいつを全て俺がぶっ壊します。はい、ありがとうございました。それでは記者の皆様からここで質問を受け付けたいと思います。本日は会見後の囲み取材は予定しておりませんので、質問はこの時間内にお願いいたします。ではご質問ある方は挙手の上、媒体名、お名前をおっしゃった上でお願いします。ではどうぞ。はい。はい、新日本オフィシャルです。今もお話ありましたけども、IWGP ジュニアヘビー級王者として挑むスーパージュニアという形になりますが、昨日今も、金丸選手、田口選手の名前も上がりましたけども、同じ、A ブロックの中で、初登場の選手もいますけども、その他に気になる選手、マークする選手いたらちょっと教えていただきたいんですけど。インパクトのエース・オースティン、現 X ディビジョン王者なんだけど、実は言うと俺も元 X ディビジョン王者なんだよね。だからその新旧 X ディビジョン王者対決っていうのも見れるだろうし、今の王者の強さも、見れるから、それは楽しみですね。では他にご質問いかがですか。はい、どうぞ。東京スポーツの岡本ですけれども、昨年までは、ヘビー級のタッグリーグと同時開催っていうのが続いてましたし、今回3年ぶりに単独開催になるということもあって、メンバー20選手ということでかなり
豪華なメンバーも揃ったと思うんですけれども、改めてそのあたりについては石森選手としては、どう考えていらっしゃいますか？これこそやっぱジュニアの祭典、本来あった形がやっと戻ってきたなと、やっぱこの数年ね、まあこの世界的な、ね、情勢の状況で難しい状況でワンブロックでやってたからね、ちょっとやっぱ物足りなさも感じていたけど、やっぱこう世界中からこう何人も選手が集まるとやっぱこっちもテンション上がるし、昨日の紹介 V を見ただけで俺はものすごいテンション上がってるから、だからこれこそが本当のジュニアの祭典っていう感じだね。よろしいですか。はい、他にご質問いかがですか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は以上とさせていただきます。ベストオブザスーパージュニア29、5月15日開幕となっておりますので、どうぞご期待ください。石森選手、ありがとうございました。はい、ご退場いただきます。先ほど話に出ましたが、スーパージュニア、今年は2つのブロックに分かれてのリーグ戦が行われることになっています。最終戦は6月3日、日本武道館、従来の季節、そして従来の方法で優勝を決めるという形になっております。さて、ベストオブザスーパージュニアに続きましては、こちらも毎年恒例ですね、ドミニオン。今年はドミニオン612 in 大阪城ホールというタイトルで開催が決まっております。ではこちらの対戦カードにつきましても本日発表がございます。どうぞご注目ください。この対戦カードの発表につきましては引き続き菅林会長からお願いします。はい、それでは私より6月12日ドミニオン612 in 大阪城ホールの対戦カードを発表させていただきます。KOPW2022 争奪戦 KOPW2022 保持者高木慎吾対太一ネバー無差別級選手権試合第36代チャンピオンタマトンガ対カール・アンダーソン IWGP タッグ選手権試合第94代チャンピオンチームチェイズ・オーエンズバッドラック・ファレ組対グレート・オーカーン・ジェフ・コブ、そして IWGP 世界ヘビー級選手権試合第4代チャンピオン岡田和親対ジェイ・ホワイト、私からは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。昨日の流れを受けまして早くも大阪城ホール大会のカードが決定いたしました。こちらもジュニアヘビーの祭典同様注目カードが並んでおります。ではそのメインイベントをラインナップされましたのはもちろん IWGP 世界ヘビー級チャンピオン岡田和親選手は昨日4度目の防衛に成功いたしました。では改めて一夜明けての声を聞いてみたいと思います。 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン岡田和親選手の登場です。それでは岡田選手です。昨日もコメントはリング上等でしてくださいましたが、一夜明けて改めて次の防衛戦も決定いたしましたのでコメントいただきたいと思います。では岡田選手お願いします。こんにちは。昨日はですね、内藤さんと今年3回目の防衛戦で3回目の対戦ですねで、しっかりと防衛することができて、今年3回目でしたけれども、すごい楽しい戦いがすることができました。本当に
ありがとうございました。そして21年ぶりの福岡ドーム、福岡ペイペイドーム大会会場に来られたお客さん、ワールドで見られたお客さん、本当にありがとうございました。そしてね、本当にすいませんと言いたいなと、しっかりと、僕が勝って終わりじゃなくてですね、変な乱入がありまして、そして、ね、今回ドミニオンでタイトルマッチ決定しました。ただね、もう来てるんだったら試合したらよかったんじゃないかなと僕は思いますし、試合をしてね、結果を残して、チャレンジャーとして堂々と俺が、ね、チャレンジするんだよというような形で来たらよかったんじゃないかなと思います、ね。ただあんなにナイトさんにボロボロに、ね、された状態でブレードランナーして、ね、俺の方が強いんだよって、俺の時代だよなんて言われても、ね、誰も納得しないと思いますし、その辺はしっかりと僕がね、久しぶりの J. ホワイト、いつぶりの、ね、来日かわからないですけれども、しっかりとね、教育して、もしかしたらもう J. ホワイトって誰ですかっていうね、知らない人、ね、お客さんもいるかもしれないですし、そこをしっかりと戦って、乱入じゃなくてですね、プロレスでしっかりお客さんを満足させたいなと思います。でもやっぱりバレットクラブが集まってあんだけのね盛り上がりっていうのは生まれたのは事実ですから、それは新日本プロレスにとってはすごいありがたいことだと思いますし、だけどもチャンピオンとしてしっかりとプロレスの良さを皆さんに伝わるような戦いをこれからもしていきたいと思います。とりあえずは僕は次はワシントン DC なので、日本はね、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの戦いをアメリカからこの試合見たいなっていうようなね戦いが僕に届いたらたくさんチェックしたいなと思いますんで、今ね聞いてる見てるジュニアの選手はたくさん熱くなって盛り上げてください。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答を受け付けたいと思います。先ほど同様、今日は会見の後、囲み取材は予定しておりませんので、質問はこの時間内にお願いいたします。では、ご質問ある方、挙手の上、媒体名、お名前をおっしゃった上でお願いします。どうぞ。はい、新日本オフィシャルです。今もお話に出た、J. ホワイト選手、久々の日本上陸だったと思うんですけども、かつて構想を繰り広げたこともありますし、その J 選手がこだわっているそのマディソンスクエアガーデンで戦ったこともあると思います。改めて最近の J. ホワイト選手、どういうふうにご覧になっているかお願いします。何も見てないですね。はい。アメリカでやってるってのは知ってますね。はい、新日本のねアメリカの大会とか出てるってのは知ってますけども、それぐらいですかね。何をしたのかなっていう、本当僕好きじゃないですけど、ただね出てきて俺が挑戦するっていうのはよくわからないですし、本当にふさわしい相手なのかどうなのかなとはちょっと思います。でマディソンスクエアガーデンの時はすごかったかもしれないですけど、その時がピークだったのかもしれないですし、またそれまで戦えるかどうかわからないですけど、戦えるんであれば、何かを残してもらいたいなと思います。それぐらいもう僕もね昨日ナイスさんに勝って今の新日本プロレスでは僕が一番だと思ってますし、最強だと思ってますんで、新たな人が出てくるっていうのはいいんじゃないかなと思ってます。よろしいですか。はい、他にご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。週刊プロレス市川です。すみません。昨日のその試合後、バレットクラブ、カール・アンダーソンだったり、ドク・ギャローズだったり、ジュース・ロビンソン加わりましたけど、昨日のそのバレットクラブの動きというか、アンダーソンに関しては昔からよく知ってると思うんですけど、また戻ってきたりなんだって、ああいうバレットクラブの動きに関してはどうご覧になりました？正直すごいバレットクラブの勢いはこれから出てくるなと思いましたね。正直もうこのコロナ禍になってから、一番勢いのなかったそのユニットになるのかなと思いますし、それがああやって結局その
バレットクラブってもう外国人主催のチームだと思ってますし、そこにこう、ね、しっかりと、メインの外国人選手がたくさん帰ってきているので、そこは僕たちだけじゃないと思いますし、いろんな選手が戦って止めていこうというのがあると思いますんで、それが今回のそのドミニオンの戦いだと思ってますんで、新日本プロレス面白くなってきたなというような感じではあります。アンダーソン個人に関しては何かありますか？何ですか？アンダーソン個人に関しては何かございますか？アンダーソン個人には別にないですかね。何回も戦ってますし、それこそ10年前 G1 の決勝で戦ったりとか、その後アメリカ行っての活躍っていうのも知ってますし、でも、すごくて帰ってきたのかダメになって帰ってきたのか、それはその6月の戦いとかでねやっと分かると思うので、それはそれで楽しみになるんじゃないかなと思います。でまた戦うこともあると思いますし、ワクワクはするんじゃないかなと思います。はい、よろしいですか。続きまして、はい、どうぞ。東京スポーツの岡本と申しますけれども、その先ほどバレットクラブの話になって、その今まで閉じていたその海外との扉というものが開いたんじゃないかなという印象を受けたファンもすごく多いと思うんですけれども、岡田選手もワシントンで試合やりますし、岡田選手の方から対海外、対世界という、戦いについてっていうのは今どのように思ってらっしゃいますか？そうですね、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでもたくさんの外国人選手来ますし、僕も、もうすぐですねワシントン DC 行くんですけれども、やっぱりずっと日本人だらけ、日本の中でやってた中で、やっぱ世界の人たちに届いてない戦いっていうのもやっぱあると思うんですよね。やっぱり外国人選手と戦うから海外に届くっていう戦いも今まで何回もあったと思いますし、そういうまた海外のファンの人がまた新日本プロレスに注目してもらえるような時に来たのかなと思いますんで、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでもそうですし、僕も海外行っていろんな選手、いろんなこの戦いっていうのをまた海外の人に見てもらって、また新日本プロレスが一段と盛り上がってくるんじゃないかなと思ってます。少し気の早い話かもしれないですけど、ドミニオンの先にはAEW と合同興行やるっていうニュースも流れてますし、そのあたりは意識はされてますでしょうか？そうですね、その AEW との合同興行、どういうカードかまだ全然わからないですし、でもやるっていうからにはしっかりと僕が行ってですね、僕が行かなきゃ合同興行の意味もないと思いますし、そこでねまた新たな、新日本プロレスのファンの皆さんをですね見つけたいなと思いますし、もちろんこの日本の新日本プロレスファンの人たちもまたそういう AEW との戦いによってまた面白いなっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなと思いますんで、でもいいんじゃないですかね。50周年らしく1月にはノアさんとやって、ちょっと僕出てないですけど、この前は後楽園ホールの60還暦祭でしたっけで全日本プロレスさんとやって、6月は AEW とやって、またそういういろんな交流もして楽しんでもらうっていうのも50年らしさなのかなと思います。ノアとの対抗戦の時はよく知らないとおっしゃってましたけれども、 AEW に関してというの知識っていうのは？いや、それはもうレベルが違うから知ってますよ。そんな岡本さんニコニコしてしてないですニコニコしてそんなしてないですか？そうですね。でもやっぱりAEW ですから、世界的な選手がいますし、もう逆を言うと逆に日本の人が知らない人もたくさんいると思うんですよ。いくら AEW のトップ選手でもあってもですね、それはもう逆もあると思いますし、 AEW しか見てない人が新日本プロレスの岡田が来たって言っても、こんな人いるんだっていうことももちろんあると思いますし、そんな中で岡田和親っていうのを刻みたいなと思いますんで、そんだけの自信はありますし、それはもう問題ないかなと思います。なんでもういろんなトップ選手いる中で、そういう選手と戦えたらまたちょっといろいろ元気にもなるんじゃないかなと、ワクワクしてもらって、うわアメリカ大会合同興行早く見たいなと思って、でも早起きしなきゃいけないな、向こうの時間だから早起きしなきゃいけないなとか、そういうワクワクしてもらうような戦いを提供できたらいいなと思いますね。でもまだちょっと先の話なんでね、
あんまり詳しくは何とも今言えないんですけども。優勝としてチャンピオンとしてやっぱり出たいっていう思いが強いですかね。そうですね、はい、もちろんどんな時もベルトを持って行きたいなとは思ってますね。はい。ありがとうございます。他にご質問いかがですか。はい。高知新聞の仲間です。岡田さん、よろしくお願いします。お願いします。観客数で先ほどですね、世界に届けたいと、届ける戦いをしたいというお話ありましたが、昨日の福岡ドームがですね、21年ぶりで8000人ちょっとの人数で、岡田さん自身もリング上で言及ありましたが、やはりちょっと寂しい点があります。実際、昨日リング上から見られて、どんな思いをされたかと、あと今後、新日ファンをさらに増やしていくために、どんな戦いをと考えていらっしゃいますでしょうか。やっぱり昨日はですね客席を見てですね、寂しい部分もありましたし、だからこそやっぱ燃えますよね。うわ入んなかったなじゃなくて、また戻ってきたいし、またあそこの超満員の中でやりたいし、もちろんそれはもう東京ドームにも言えることなんですけれども、やっぱそれが一つのモチベーションとして、チャンピオンとして戦えているっていう部分もあると思いますんで。そうですね、僕たちが何かしようって、僕たちは本当リング上の戦いをしっかりやるっていうのが一番ですし、やっぱお客さん満足して帰ってもらうっていうのがやっぱ一番だと思いますんで、あとは本当にもういろいろ新日本プロレスのスタッフの皆さん頑張ってくれてますんで、本当一つの目標に向かって各会場超満員っていう目標に向かって一丸となってやっていけたら、またそういう時が来てくれるんじゃないかなと思いますし、それに向かって僕たちもしっかりと戦っていかなきゃいけないなと思ってます。他にいかがですか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答に関しては以上で締め切らせていただきます。そしてドミニオンの会見についても以上で終了となります。岡田選手ありがとうございました。ご退場いただきます。ありがとうございました。以上をもちましてベストオブザスーパージュニア並びにドミニオンの記者会見終了させていただきます。インターネット中継ご覧の皆様、最後までご視聴誠にありがとうございました。そして記者の皆様、本日の会見内容につきまして取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。まずはベストオブザスーパージュニア開幕までどうぞご期待いただきたいと思います。ありがとうございました。